29、ユダの野望。イスカリオテのユダには、シモンという友人がいた。彼は背は低く、風采も上がらない男であった。シモンはユダのことを慕っていたので、何でも彼の言う通りに従い、イスラエルの救済計画に専念していた。この二人は何もかも正反対の性格であった。シモンは臆病なのに対して、ユダは大胆で決断力があり、一方は女性的で、他方は荒々しい激しさがあった。ユダは肩幅が広く、背丈も高く堂々としていたので、シモンは彼のことをユダヤの王子とか、ユダヤの獅子とも呼んでいた。しかし時々ユダは獅子のようではなかった。金銭のこととなると、彼の態度が変わるからである。父が殺されてから、飢餓に苦しめられていた頃のことを思い出してしまうのである。その上彼は、自分のために金を集める気はなく、いつも公共のため、特に金持ちにいじめられている貧乏人を救い出すために金を使うのであった。例の約束の時がやってきて、4人の者がタボル山に集まった。その顔ぶれは、ユダ、シモン、イエス、アサフである。シモンはしぶしぶついてきた。一つには自分の好きなユダの心を捉えてしまったイエスを妬んでいたからである。ユダはもうイエスのことばかりを考えて、シモンの入る余地はなかった。会見の場所に近づくと、シモンの目に、イスラエルの槍という名で知られている、高い岩にもたれている男が映った。彼はあまり背は高くなく、ほっそりとしていた。ユダのような器量もなく、風采も上がらなかった。しかしユダとの挨拶が終わり、彼の微笑んだ顔を見たとき、今まで味わったことのない魅力を感じた。暗く澄んだ瞳、細表の顔、焦げ茶色の髭を生やしている彼は、霊の光を放っていて少なからず圧倒されてしまった。それでシモンは挨拶しようとしても、一言も口を聞くことができなかった。しかし不思議なことに、今まで抱いていた妬み心がすっかり消えていることを感じた。イエスはシモンに言った。あなたのたった一人の友達によく頼んでおきましょう。本当に頼りになる友達はあんただっていうことをね。ユダがあなたから離れていくのではないかと恐れることはありません。どちらかが死んでしまえば別ですが、ユダが近寄ってきたのでイエスは話をやめた。しかしシモンはイエスが自分の心を見通していたことを知り、ユダから離れないで済むと思って安心した。4人の男は約束通りイスラエルの槍という岩のもとに集まった。彼らは眼下にエストラエロン高原を見下ろしていた。まさに緑の海であった。彼らの周囲には山や森があり、アサフにとって戦争や暴力とは無縁な平和な世界そのもののように感じられた。しかしユダには通じなかった。彼はとうとうと喋りまくった。この次はエリコに近い砂漠で会合を持ちたいと言った。その砂漠には、ユダヤ全土から熱心党の代表者がやってきて、盗賊の首領、兄を交えて相談し、ローマの支配をやめさせる時期について話し合いたいと言った。イエスはユダの長い話が終わるまで静かに聞いていた。そしておもむろに言った。ゴール人のユダが反乱を起こした時のことを振り返ってごらんなさい。剣を取る者は剣で滅びてしまうんですよ。あのユダはまだ木が熟していないのに立ち上がったから失敗したのです。部下も貧乏人ばかりで、からっきし戦い方も知らなかったのです。それにローマ軍と戦うには、あまりにもひどい武器しか持っていなかったのですよ。それに引き換えて我々同士は、しっかりと武装し、よく訓練されているんですからね。我々は百姓の集団ではなく、立派に戦える軍人なんですよ。それからユダは、ぜひともエリコの近くに集まって、熱心党の話し合いに来てほしいとイエスに懇願した。イエスは返事をしないで、エストラエロン高原の方を指さしながら、このような平和な世界に暴力を持ち込むことは賢くないと言った。ユダは口から泡を飛ばしながら自分の計画を話し出した。ローマを追い出して、サマリア、ユダヤ、ガリラヤを一つの国に統合したいという計画であった。それが実現すれば貧富の差がなくなり、まるで家族同然に一つに結ばれる。しかも能力と労働に応じて報いられ、
老人や病人を大事にする社会となる、などと主張した。ユダは言った。先生、すべてがうまくいくのです。悲しみも苦しみも飢えもなくなり、それこそ先生が言われた平和な世界が実現するのです。けれども、ローマに支配されている限り、それは絶対に実現できません。先生、物欲と奴隷制度を好む異教徒の手からイスラエルを救うために、ローマをぶちのめしてしまわなければ、王国はただの夢に終わってしまいます。私の目指している王国はこの世のものではありません。我々はこの世で生活しているんですよ。しかも政府機関が我々の生活を左右しているんですよ。良き支配者が立派な人民を育て上げ、神の御心に沿った歩みが始められることが大切なんです。そのためにはどうしても力がいるのです。ユダはなおも一方的に言い続けた。我々は人々の心をつかむことができません。私はいつも孤独です。鳥や子供でさえも近づいてはくれません。しかしあなたはみんなから愛されています。そのようなお方と一緒になれば、もうユダヤは我々のものです。きっと人々は我々のために命がけで従ってくれるでしょう。もうローマも敵ではなくなります。しかし我々は一つにはなれません。そんなことはありません。あなたはユダヤ王国の預言者としてお立ちになり、私は法律部門を受け持つのです。二人だけが行政を司り、二人が偉大な魂となるのです。我々二人の英知によって立派にこの世の王国を打ち立てるのです。イスカリオテは延々と語り続けた。初夏のタボル山を背景に、彼の夢と野望がふつふつと湧いて出てくるのであった。日没の頃になって、ようやくユダの話が終わった。イエスがユダの望んでいるエリコに行ってもよいと言ったからである。ユダは勝ち誇ったように静かになった。それから彼らはそれぞれの帰路に着いた。その日の夜、イエスはマリア・クローパスにこの一件のすべてを話して聞かせた。善良なマリアはとても心配になり、そんな危ない無謀な計画に頭を突っ込まないように忠告した。ユダという男はね、本当に孤独なんですよ。私は彼から悪霊を追い出してあげたいんです。そうすれば鳥も子供たちも慕ってくるようになるでしょう。だからエリコに行くことにしたのです。マリア・クローパスは言った。それはできっこないわよ。憎悪と暴力を企む人っていうのは必ず裏切るものよ。どんなに崇高な目的を持っていてもね。彼女はため息をつきながら黙ってしまった。